皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエ森地です。今回は道路工作を進めます。最初に道路にする部分のプラ板を切り出します。厚さ 0.3mm のプラ板をあてがい、道路部分をマークしました。続いてカットした道路部材を 1mm 厚のプラ板にあてがい、今度は 1mm 厚のプラ板を切り出します。これは以前制作した福島交通のジオラマを屋外で撮影した時に、太陽熱で道路が反ってしまい、道路がぐにゃぐにゃに変形してしまった経験があったので、それを踏まえての工作です。確かその時は 0.3mm のプラ板を3枚重ねて 0.9mm で道路を制作した記憶があり、1mm のプラ板に 0.3mm のプラ板を接着して合計 1.3mm の厚さにしようとしたものです。1mm のプラ板、0.3mm のプラ板をそれぞれ切り出しました。道路の上に歩道を再現します。歩道は厚さ 0.5mm のプラ板を使用します。踏切周辺は 0.5mm、それ以外はもう1枚接着して厚さ 1mm にします。道路に歩道の位置をマーキングして側溝の位置を決めました。側溝の位置で部材をカットしました。側溝周辺にパテを塗り、コンクリートのざらつき感を出してみます。本来はもう少し離れたところにある薄いマスをアレンジして踏切そばに再現します。その部分のプラ板をカットしました。1mm プラ板を下側にします。 0.3mm プラ板を同様にカットしました。道路を蓋のようにして地下空間を楽しめるようにと、手を動かしながらひらめきに任せて作業を進めました。結構行き当たりばったりで作業してます。画像に写っているプラ板はベースに固定します。この上に蓋になる道路用部材を置く、そんなイメージです。薄いマスを 1mm プラ板と一部に 0.3mm プラ板を使用して自作しました。出来上がった薄いマスをあてがって確認します。排水管を 2mm 丸棒で再現します。丸棒の中心にピンバイスで穴を開けて配管らしくしましたが、よく考えたら見えなくなりそうです。下水道の雰囲気を楽しめればと、なんとなくで制作を進めていたのですが、作り出したらいろいろと気になることが出てきまして、東京都の虹の下水道管にお邪魔して勉強してきました。薄いマス、薄いマスの違い、地中の配管などとても勉強になりました。マンホール下部などまだ謎な部分が多く、今度は仙台市の水道記念館を訪れ、親切なご担当者様からたくさんのことを教えていただきました。上水道の展示しかないとのことでしたが、それなら上水道もジオラマに作っちゃえってなりました。ご親切に説明くださいまして誠にありがとうございました。仙台市の水道記念館で教えていただいた中で、聞けばそうだよねなんですけど、聞かないと忘れてる内容がありまして、管は基本的には直管でトラックで運べる長さだというのがありました。そういえば下水道の枝線、土管の継ぎ目がありませんでしたので、早速追加工作をしました。続いて薄いマスから下水道枝線までの配管、この長さを決めます。枝線に穴を開ければ少し長くても調整できると考え、そこまで目くじらを立てずにそれなりの長さでカットをしました。下水道枝線に 2mm のピンバイスで穴を開けようとしたら、思いのほか部材が弱くって割れてしまいました。もうこうなったら仕方ないので、だましだましで作業を進めました。かえって自然なボロさになっていいかもなんて思っちゃってます。横から見ると薄いマスと下水道枝線の高低差がお分かりいただけると思います。これいい感じに見えませんか？もう撮影してて思わずニヤニヤしちゃって、動画編集してる今ももう一回ニヤニヤしてます。追加工作の配管の継ぎ目を塗装するためにマスキングをしました。薄いマス、排水管、道路の側溝、下水道枝線の配管の接合部と、今回工作した部分を塗装します。塗装を終えた下水道枝線の配管接合部です。水道記念館のご親切なご担当者さんに本当に感謝です。かっこよくなりました。この後墨入れ塗料で汚します。そうそう、区景挙の部分もマスキングしてまして、これ完全な想像なんですけど、管の接合部のゴム的なもの、パッキンなんですかね、ジェスを塗って再現しようと思ってます。本当にこういう作るかどうかは分かんないんですよ。でジェスを使用したのはわざと多めに塗布して、ゴミがビロビロとはみ出してるような感じを再現したかったんです。少し厚く塗っても良かったかもしれません。薄いマスですが本来の位置に近いところにも設置することにしました。
こちらは地下の構造を再現するわけではないので、薄いマスが来る部分をくり抜きます。塗装した側溝を含む道路パーツです。下地になる 1mm プライタの端の部分と薄いマスが来る部分の断面を黒のジェストで塗装しました。次に歩道と車道の境界の縁石を 1mm 角法で再現するために 5mm ぐらいを目安にひたすらに切り出しました。金属定規をあてがいながら切り出した角棒を接着します。踏切側はメインゾーンになるので、西口の駅舎側から作業を始めました。縁石を全体に接着したら横断歩道の位置を決めます。地下構造を考えて現地の横断歩道の場所を少しずらして再現します。路面部分に横断歩道の目安をマークしました。縁石の部分も同様にマークをして400番のヤスリを用意して横断歩道の部分の縁石を低くするためにヤスリがけをします。縁石が外れてしまいました。おっと、思い出ポロポロならぬ縁石ポロポロ、これはダメですね。っていうか全然ダメですね。縁石を作り直して接着します。両サイドには斜めにカットした縁石、横断歩道部分は 0.5mm プライタで作った縁石を接着していきました。再び塗装します。今回ちょっと長くなってしまいましたのでここで終了します。次回はこの続きをご紹介しますが、初めての地下空間を見せる工作ということもあり、この先作業が地上行ったり地下に行ったり、数学が苦手な私はもうパニック寸前の因数分解のような頭の回転フル回転のようになりますので、どうかご了承ください。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしております。さようなら。